Okay, let's get some studying done. 頑張ろう。頑張る。日本語の勉強。Okay, okay. A dictionary of Japanese particles. Okay. よし。なんちゃらなんちゃらはなんちゃらなんちゃらがマジは私アメリカ人。日本語わかりません。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 日本語わかりません。マジわかりません。私外人だから日本語マジ無理。通訳者になってもすぐクビ。日本語は無理仕方なくて。だって私が外人 DNA。一生懸命勉強しても外人の顔なら日本語理解のそんなこと書けないはずけどこりゃ本当の話だよ。私アメリカ人日本語わかりません。私アメリカ人日本語わかりません。私アメリカ人日本語わかりません。日本語わかりません。マジわかりません。Hey guys, thank you for tuning in to yet another episode of Yankee in Japan, an American Yankee in the land of the rising sun. 今日も見てくれてありがとうございました。Thank you very ございます。まずは言っとく。大体一般的に日本の接客は素晴らしい。マジ最高。もしこの動画を見とる人の中で、接客やっとる人がおったらマジお礼を言う。Your customer service is amazing in Japan. 本当にあなたは一生懸命お客様のために一生懸命働いてくれてるな。ほいじゃけありがとう。お礼を言う。心を込めて。だがね、その素晴らしい人の中でたまにおる。あんまり接客得意ではない方がおるね。てか、すごい下手くそ。まさにそういう人を、最近出会った。最近ね、日本人の友達と一緒にお好み焼きさん、難波の商店街にある結構有名らしいお好み焼きさんに食べに行った。実は行った時は最近ね、2回目だった。有名らしい。口コミ、オンラインで口コミを見ると、すっごく評価いっぱい盛りだくさんもらってる店だから、すごい美味しい。確かに初めて行った時は、ぶち美味しいなと思って、また来るしかないと思った。ほいじゃけ友達を、連れてきたかった。わしと友達はお店の玄関、ロビーに入った。で、丁寧の店員さんからお座りくださいと言ってくれて、わしと友達と一緒に座った。で、メニューずーっと見とった。で、前に食べたやつをメニューに載せとらんかったけ、ずーっとページをめくっていて、これないかな？店長はやっと切った時は、前に美味しいやつまだあるの？と聞こうと思った。でも説明ちょっと難しかった。このお好み焼きは実は3本の串。3本の串刺しとるやつ。ちょっと説明難しい。イメージはちょっと想像しにくいかもしれんけど、そういうスペシャルメニュー、スペシャルお好み焼きがある。無事美味しいよ。ホルモンも入ってるし、結構独特なカレーの味もちょっとあるし、美味しいよ。それを説明しようと思って、ちょっとだけ言葉間違えた。わしよくあるよ。英語でも。毎日ぐらい言葉間違えるよ。人間はそんなもんじゃけの。だからちょっと言葉間違えたな。で、気づいたら店長はずーっとわしの日本人の友達の顔しか見とらんかった。一切でもわしの顔を見んかった。おかしいなと思って、ええや。ちゃんと聞いてくれてるけ関係ない。で、店長はシーンと静かだった。何も言わずにずーっとわしの友達の顔ばっかり見ていて、友達は気づいてくれた。
店長は多分友達の説明理解できんかったね。ほいじゃけ彼女は説明してくれた。で、その欲しい美味しいやつ、その美味しいお好み焼きはメニューに載せとらんかったけど、実は外に立ってる看板にお好み焼きの写真載せていた。友達はそれをやっと気づいた。あれだって。友達は多分看板に載せてるお好み焼き欲しいって言ってくれた。店長はやっと分かってくれた。なるほどね。という顔をしとった。おいでわしはさ、ちょっとイラッとして、わしの説明は完璧な日本語ではなかったけど、なんとなく分かってくれるじゃろと思って、ほいで、わしは一回言った。店長に。すいません。一つのこと言っていいですか？で、店長は、わしの顔をパッと見て、ちょっとまた分からなそうな顔しとったな。一つのことって。はい、一つのこと。一つのことって。はい、一つのこと。3回目言ったよ。ええやと思って、もう説明しようと思った。わしは言ったのは、私は外人だけど、ちゃんとわしの顔を見ないと失礼じゃん。これは接客だからって、わし言ったね。で、店長はずーっとわしの顔を見て、何も言わずに、リアクションもなしに、ずーっとね、ガンガン見ていた。で、一生懸命、これどんだけ失礼か、ちゃんとお客さんの顔を見ないとって、外人は関係ないやって、いろいろ説明した。一生懸命で、心を込めて。だってさ、他の外国人のお客さんがおるんじゃろ？有名なところ。ちゃんと日本語を理解できる人もおるじゃろ？顔を見ないと、この人は私を見てくれとれんという、捉え方、解釈が出てくるね。これは接客じゃけ、一生懸命丁寧に相手の顔を見る。相手の話も聞く。じゃろ？これを説明した。説明しようと思ったね。すると、店長は何をやったと思う？店長は何も言わずに、全然話を振らずに、私の友達の顔を見て、注文以上ですかって。What？ 一生懸命説明したのに、相づちもねえわ。勘弁してくるよ。普通に死ねよと思った、マジで。マジ腹立っていたよ。全然見てくれんかった。店長はどう考えていたか全然わからんけど、まずは顔を見て話を振る。私の言ったことを返す。一つことでもええけ。それは全くなかったけ、マジ腹立っていた。What the? と思った。言わんかったけど、マジ腹立っていた。わしの友達も外人の友達ね。外人の友達は日本人の女性と結婚しとるが、日本人の彼女おる。外人の友達おるね、わし。彼らも同じ経験があった。何回も。で、YouTube でそういうサタイルの動画も載せてるけ、ちょっとリンク貼っとくね。多分みんな見たことあると思うけど、もう一回、ペンちょっと見てくれたら嬉しいなと思う。ちょっと面白いし。でもわしはね、正直初めてだった。初めて。わしと友達は入るときさ、もしわし何も言わなかったら、店長はもちろんね、日本語わかりそうな方を見るね。それや日本人、当たり前。でもわし先に言ったよ。日本人の友達じゃなくてわし先に言った。で、日本語で説明した。なのに、全く顔を見てくれんかった。それはマジ意味わかんない。それは圧倒的に少ないと思うよ。少ない。これ勘違いかなと何回も振り返ったけど、いや、ちょっと待てよ。この顔だから日本語理解できないことじゃなくて、ちゃんと相手をお客様として扱ってあげたら、正解。
ステレオタイプとか、マジなくなってほしい。おいじゃけ、ビューアーさんも気をつけてほしい。外国人だから日本語を理解してないというわけではないね。そういうルールがない。世界中に。みんなそれぞれ違うけ。本当に一人一人として扱ってしてあげたら偉い。で、それを理解できない人はみんな失礼というわけでもない。本当にわかるよ。いろんな人、この日本で出会ったことあるし、いろんな考え方もあるし。でもね、この間の店長の行動は本当にわかりやすくて、私の友達、日本人の友達も納得してくれた。いやいやいや、それは失礼だったよって。この世界はみんな人間じゃけ。肌の色は関係ない。顔の形も関係ない。もうちょっと心を開いたら、いい方向に進むと思うよ。ということで、今日も見てくれてありがとうございます。And thank you very ございます。